こんばんは、サイエンスログです。もしかすると、あなたが見ているこの宇宙は、本物ではないかもしれません。星空も銀河も、そして私たち自身も誰かが作った巨大なコンピュータの中で動いている。そんな驚くべき仮説が、今も科学者たちの間で議論されています。今日は宇宙はシミュレーションかもしれないという考えを、科学的な視点から探ってみましょう。このアイデアを広めたのは哲学者のニック・ボストロムです。2003年に発表された論文で彼はこんな問いを投げかけました。もし人類が高度な文明に進化し天文学的な計算能力を持つようになったとしたら、祖先シミュレーション、つまり過去の人類や宇宙を丸ごと再現したシミュレーションを作り出すのではないか。そしてそれが何度も繰り返されるのなら、私たちがその中の一つに存在している可能性は非常に高いのではないか。ボストロムはこの仮説を次の3つの前提にまとめました。1つ目は、人類の文明は途中で滅びてしまい、その段階まで到達できない。2つ目は、文明は高度に発展するけれど、シミュレーションを作ろうとはしない。そして3つ目は、文明が発展し、膨大な数のシミュレーションを作り出す。この3つのうち、もし3つ目が正しいなら、私たちがシミュレーションの中の存在である確率は極めて高いというのです。こうした議論は一見 SF のようですが、科学的な検討もされています。例えば、私たちの宇宙の物理法則は計算可能なルールとして書き下せることが多い。力や運動、量子の振る舞いまで方程式に従って計算できます。それは、まるでプログラムで処理される世界のようにも見えます。さらに、物理学にはプランク長やプランク時間と呼ばれる最小単位が存在します。これ以上小さい距離や短い時間は意味を持たないとされるスケールです。ある研究者は、これを宇宙がピクセルのように二酸的な構造を持っている証拠と解釈しました。つまり、私たちの世界が連続ではなく格子状に作られている可能性がある、というわけです。また、宇宙の物理定数にも不思議な点があります。電子の質量や重力定数、光の速さなどもし少しでも値が違えば、星も銀河も存在できなかったかもしれません。なぜこれほど都合よく生命に適した値になっているのでしょうか。この問いは宇宙の微調整問題と呼ばれています。ある科学者は、もし無数のシミュレーション、宇宙があるなら、その中にたまたま生命が生まれる宇宙があるのは自然なことだ、と考えました。一方で、この仮説には多くの批判や反論もあります。例えば、無限の計算資源が必要ではないかという問題です。宇宙全体をシミュレーションするとなると、どれほどの計算能力が必要になるのでしょうか。どんなに進んだ文明でも、限界はあるはずです。また証明できないものは科学とは言えないという批判もあります。シミュレーション仮説は魅力的ですが、現時点で直接的な証拠はありません。検証できない仮説は、科学というより哲学や思考実験の領域だ、という見方も根強いのです。しかし、それでも科学者たちは証拠を探す試みを続けています。例えば、宇宙船のエネルギー分布を観測し、もし格子状の歪みが見つかれば、それは宇宙がコンピューターのように二酸的に作られている痕跡かもしれない、と考える研究があります。また、スーパーコンピューターを使ったシミュレーションで、宇宙の大規模構造、銀河が網目状に並ぶ宇宙の泡構造を再現できるかという挑戦も行われています。もし宇宙の特徴がコンピューター上で自然に現れるなら、私たちの宇宙もまた巨大な計算の産物なのではないか、そう考える科学者もいるのです。ここまで見てきたように、シミュレーション仮説は宇宙は誰かの作った仮想世界かもしれないという大胆な主張ですが、単なる空想ではなく、科学的な議論や研究対象として扱われています。もちろん、現時点では決定的な証拠はありません。私たちが本物の宇宙にいるのか、仮想の宇宙にいるのか、それはまだわからないのです。しかし、この仮説を考えることには大きな意味があります。もし宇宙がシミュレーションだったとしても、私たちの経験や感情が偽物になるわけではありません。むしろ今ここで生きているという事実こそが本当に価値のあることだと言えるでしょう。そして
科学がどこまでこの謎に迫れるのか、それはこれからの人類がどんな未来を築くかにかかっています。このチャンネルでは他にも常識を覆す宇宙の話を毎週お届けしています。もし今日の話が面白いと感じていただけたら、ぜひチャンネル登録をして次回も一緒に宇宙の謎を探っていきましょう。